皆様さバッパー翔太でございます。今回なんですけど、ちょっと前回ね1年間バンライフしてみて良かったことをねちょっと言ったんですけど、来ましたよ今日1年間バンライフして死にそうやったことたっぷりありますよ。ルースさんとたっぷりありますか？たっぷり？たっぷりありますよ。どうですかルースさんは？あります。ありますね、ありますね。はい、まあ今からね、ちょっとね、言っていくんですけど、まあね、皆さんね、バンライフでね、日本一周とか結構、すごいいいなーって思ってる人多いと思うんですよ。まあ、今回、リアリティを伝えたいなと思います。シェアしましょう。シェア。まず一つ目、もう死にそうやったこと、このトニーさんがめちゃめちゃ低い、このロールーフっていうの。ねえ、これやばいですよ。難しいですね。難しいですよ。まあ僕ら初めバン買った時はそんなことないやろね。これローフでも全然いけるから普通に座れるし、って思ってたんですけど、もう毎日ベッドも作るもこの腰で、料理するも中腰で、もう何するもこの車内で移動する時ってもうこんな感じなんですよ、ずっとね。こんな感じでずっとせなあかんかって、まあ2ヶ月3ヶ月ぐらいは全然大丈夫やった。でも2ヶ月3ヶ月した後、もう腰痛いルースさん言うてもルースさんの腰最近もう手長エビの揚げた後みたいになっとるやないですか。これね、もうめちゃめちゃ丸なってもって。エビカーボナーラ食べたいですか？ルースさんからもな、ルースさん腰大丈夫？最近ずっと痛い言うてますけど。そう、最近はいつも外行きます。そう、多分このポジションアボイド。このポジションね。はい。いつももし料理したい、立つします。いつも外行きます。そうやね。まあでも皆さんほんまもうもし長期でねバンライフするとかね考えてる人がいるんだったら、多分おすすめはこのハイルーフもねなかなか立てないと思うんですけど、まあでもねこのロールーフよりはちょっとマシだと思うんで、このロールーフ短期とか週末で行くなんてええんですけど、長期でほんまにガチで車に住むってなったらちょっときついかもしれないです。次なんですけど、これも辛いですよ。雨の日のバンライフめっちゃきついね。まあこれ長期の方限定かもしれないです。まあ短期の方やったら、まあ週末行って、ちょっと雨やったら家帰って終わりみたいな感じなんですけど、もうこれきつい。もう雨降ったら僕ら外に出れないんで、雨降ってるからね。もう降りる場所がこの室内だけ。室内には車内だけ。狭い中でこれ2人きついっすよこれ。ルースさんどないですか？正直ショットの顔いつも雨の日ね、僕もさすがルースさんめちゃめちゃ綺麗やけど、やっぱ綺麗もね見すぎたらやっぱ飽きますよね。なんか雨の日とかよく喧嘩とかなったりしますよね。でまあ雨の日はもう全く乾かない。まあ僕ら結構コインランドリーで洗濯物とか乾かしたりするんですけど、このバンの中全体が湿ってもて、まあちょっと温泉でね使ったタオルとかも全く乾かないし、皿洗いしてちょっと拭いたタオルも乾かないし、このねマットレスとかもちょっとべちゃべちゃになった感じでね、ちょっと湿った感じで、この中に入れてる服とかも湿った感じで、どうですか？いつも雨の日、私たちのバン多分犬にちょっとショートの臭い靴下犬ありますよ、正直。全然問題ないさ。何じゃん、まあそういうボケめっちゃどんどん入れてってください。ありがとうございます。でまあね室内ももうヒューミリティ湿度 90% 以上とかもうほぼですよ。雨のが続いた日はね。やばい。一番難しいもの、ドアいつも閉まってる。空気の入れ替えができない。ありません。一番嫌いなもの。前インスタグラムでもねちょっと見せたんですけども、ルースさんのトイレの行き方とかもうパッてポッと閉めてみたいなね、あんな感じですよ。トイレもねあの日やばい。あの日もやばかった。トイレめっちゃ行きたい。でもバンの中トイレありません。ありませんからね。でまあねソーラーも発電しないし、仕事ができない。なんか仕事で予定立ててっても雨が降って電気がないから仕事できないんで、まあ最終的に無理やり移動の日に当てて移動して走行充電で電気貯めてまで仕事したりみたいな感じでね。はい。でも多分一番いいアイディア。雨の日、喫茶店に行きます。そうやね。でも最近はちょっと難しいですね。これ皆さんほんまおすすめです。もし雨の日はもう一日ベッドでもうゆっくりして何もしないのか、車内の外出てどっかのねカフェ行ったりね、どっかでスーパー銭湯行ってね、一日ゆるり過ごすのが一番いいと思います。どうでしょうか？はい。でも最近は雨あんまり降
ませんでした。ラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキー。はい次の6月、梅雨シーズンやばいね。もう、ルースさんの、グランピウスまだ、でも一番よ。難しいもの、正直、蒸し暑いと雨。怖いわ、もう6月、また殺されるんちゃうが。気をつけてください、ショッター。わかりました。次は役所関係の仕事がもう数倍ややこしいんですよ、もうこれね。難しいですね。まあ、もう、なんですか、その、アプライ、申請する内容なんて全然いろいろ違うんですけど、まあ、現地でできるものもあれば、住民登録されてるところでしかできないことがあるんですよ。だから僕ら結構移動し回ってるんで、沖縄とかね、北海道とか、姫路帰ってせなあかんっていうこともめっちゃあるんですよ、いろいろね。だからそういった場合が、もう、ほんまにややこしい。時間もお金もかかるし、でもそれはせなあかんから、実家帰ったりせな、ね、時間作ってしたり、みたいな。システム全然違う。UK はどうなんですか逆に。昔は同じ。でも最近たくさんものオンラインできる。例えば新しいドライビングライセンス欲しいと全部オンラインできる。僕なんかもね、姫路実家帰った時はもう市役所の人もう毎回僕の顔向いても多分嫌がられてると思いますよ。またこいつ来たってね。もういつもこうやってめちゃめちゃ仕事貯めて市役所のね、仕事はもう一回帰ったらそこで全部終わらさな思うから、姫路帰った時ね。まあ、姫路の市役所の皆さんまた見ててくれたら、またお世話になるんでよろしくお願いします。はい。次なんですけど、ゴミ問題。これもうややこしいですよ。これまあね、何回か動画の中で言ってるんですけど、ややこしいね、ゴミ。まあ僕ら家持ってないんで、ゴミ捨てる場所がないんで、もうやばいですよ。もう時々捨てるチャンスがなくて、もうゴミと共に生活みたいな、もう結構ありますよね、ルースさん。で雨の日なんかやばいですよ。もう雨のね、臭い匂いと、ゴミの山盛り、もう強烈ですね。もうルースさんの靴下みたいな匂い。やばいショッター。めっちゃひどい。さっき言うたがちょっと今のちょっと仕返しみたいな。まあ冗談ですけど、そんなルースさんは、ルースさんの靴下ジャスミンみたいな香りですよね。そうですね。そうですね。それはもう見とかなあかんね。はい。まあそんな感じで、まあできるだけゴミを作らんようにっていう感じですね。まあコンビニ行っても、買ったものをその場で食べて、その場で飲んで、その場で捨ててみたいな。でも違うゴミ、違う難しいレベル。レベルそうあるね。例えば弁当。うわ多分弁当ボックス。これ強敵や。これ強敵。それからグラス。酒、日本酒ボトル、ポン酢グラスボトル。まあ瓶はね、まああるとこあるんですけど、この弁当ボックス、これ強敵や。はい。これ、めっちゃ強敵やね。まあ、たまにね、まあ、コンビニで、なんですか、まあ、了承得て、ちょっと捨てさせてもらっていいですか、なんか買うんで捨てさせてもらっていいですかって言って、捨てさせてもらったり、ガソリンスタンドね。ガソリンスタンドで、捨てれるとこあったら、まあ、5000円、今回入れるとしたら、1000円5回に分けて、ね、5回いけるんで、5回ゴミ捨てれるチャンスがありますよ、これ。それみんな考えます。変な人。変な人。こいつまた、こいつ1000円しかいつも入れあげないみたいな。どうですか？はい。違うなんちゅう、缶システム。そう、時々、ベンディングマシンなんちゅう。自動販売機。はい。の近く、時々ゴミ場所あります。あったりね。時々ゴミ場所。北海道なかったね。はい。それから沖縄も。無料キャンプ場大抵ゴミ場所あります。ないですね。でも、なんちゅう、お金必要キャンプ場ありますね。あります。なんでたまに有料キャンプ場行って、ゴミ捨てるのが一番楽かもしれないね。そうですね。まあ、うまいことやっていかなあかん。ショッター一番プロフェッショナルゴミソーター。ゴミカテゴリーソーター。もうってもう、なんで俺がゴミやねん。次はこの荷物を受け取りにくい。僕らやっぱり車でね、移動してるんで、住所がないんですよ。で、まあ全然もう品によって全然違うんですけど、大抵僕らは大和止め。大和はもうキングです。もう僕らの正義の味方です。一番いい。大和で大抵大和止めでできるんですけど、まあできない商品もあって、で、そのできない場合は郵便局止め。郵便局止めもできないときは、コンビニ止め。コンビニ止めもできないときは、ベースキャンプ、私の実家に送って、で、そこからお母にこっち送ってもらうみたいな。いや、もう、ありがたい。ありがとうございます。まあ、で、多分、僕の実家に行く高配の人はもううんざりしてますと思いますよ。おかんの顔ばっかりみたいな。まだこの人みたいな。ありがとうございます、おかんいつも。ありがとうございます。めっちゃありがたい。まあそんな感じでね。どうですか？難しい。最近は新しいドローン SD カード買いました。でも沖縄のデリバリー難しい。沖縄まで。
そうだね。アマゾンでオーダーしたんですけど、沖縄には送れませんみたいな。だからそういう時はまたベースキャンプに送って、ベースキャンプからこっちにみたいな感じですよね。そうですね。はい。でも、違い難しい問題。荷物のゴミ。大体 Amazon オーダーします。でも、ゴミめっちゃ大きい。大きいね。こんなね、GoPro のちっちゃい、こんなちっちゃい部品でも、こんな大きい段ボールとか来るんですよね。このゴミまでややこしい。はい。で、まあ僕はいつもそのヤマトとか、もし受けたら、すいません、ちょっと僕ら家なくて、ホームレスでちょっとゴミ捨てるところないんで、荷物、この段ボール処理とかってしてもらえないですかって言ったら、大抵ヤマト優しいんですよ。全然いいですよ、みたいな。でももし、コンビニ、郵便局ダメです。郵便局ダメです。ヤマト、もう正義の味方です、僕らの。もしダメ知ったら、焚き火。そうやね。もう、それでヤマトの人にもダメって言われたらもう焚き火で使ってみたいな。次何やった？そう、このバンは、私の家も、もしバンの問題あります、私の家問題あります。ちょこっと問題前もね、ドアが壊れて、ちょこっと壊れて、で、なんか車屋さんに2、3日預けてくださいって言われたんですよ。まあ、2、3日預けるイコール、多分僕ら、このバンの中に全部僕らの生活用品、服も入っとうしね、ルーさんのパンティも全部入ってます。それを、いろいろいちいちパックして、ホテルにね、持っていかなあかん。めっちゃめんどくさい。めんどくさいですよ。めんどくさい。はい。多分電気ありません。もし、無料車あります。台車借りても電気ないから仕事できません。めっちゃ大きい問題。もうだからトニー命ですよ。これトニーは僕らのハート。ね。これがもう壊れたら終わりです。はい。でも最近は多分みんなわかる。クーラー問題あります。はい。多分9月、去年の9月から、問題始めました。壊れてますね。でも、冬時クーラー必要ない。でも、今日は何度ですか？ 25度です。うわ今、沖縄来ますよ、これ。います。はい、多分、鬼ルース。2ヶ月後、やばい。これやばい。もう、これちょっとお金ね、足らなかってもええから直しとかないと、もうデビル、鬼ルースさんがまた再発するんで、こっちの方が恐ろしいんで。アイディアあります。沖縄デリバリーめっちゃ長い。もし、ピラーのパーティー必要、多分本州から沖縄まで1週間待ってます。もうまた、地獄やな。3時間かかる。3時間、4時間でめっちゃ短いじゃないですか。次はこれ一番きついんちゃうんすか？これバンライフの流れ。どうですか、ルースさん。一番きついかもしれん。なんていうんですか？まあ自分のしたいこと。まあ、バンライフイコールみんな自由と思ってるんですけど、自分のしたいことできないんですよ。まあこれパート、これパンパートナー限定だと思うんですけど、パーだ、テンパってもったらもうあまりにも恐ろしすぎて。まあね、これ、やっぱお互いをリスペクトしようなあかんってことだよね。二人の家なんで、ここは。ルースさんが、もし、ね、仕事してますんで、僕がもっと寝たいってなっても、ルーさん仕事しとか僕起きてせなあかんし、僕が釣りしたいって言ってもね、ポートに、港にトイレがないからルーさん行きたくないって言ったら、僕は釣りできないですし、自分のしたいことが、やっぱりできない二人なんで。これ一人やったら多分できると思うんですよね。二人なんで、やっぱり、どっちかがスーパー行くってなったら俺もせなあかんし、なんか二人で同じことばっかりせなあかんのが。You're like my shadow なんていう。影。もう最悪やん、これ。これほんま、もう2ヶ月3ヶ月ぐらいやったら多分大丈夫なんですよ。これ1年きついわ、ルースさん。はい。難しいですね。これめっちゃきつい。多分今、コロナのせいで、多分一番難しい。カフェ。そうやね。いけない。たまにはね、ビール片手にステーキがっついて、へこき回って、みたいなね。もう一人の時間欲しいですよ。もうへっぷく書いても全然大丈夫みたいな。やばい、いつも一緒に。これきついね。Twins。そうやね。はい、難しいですね。でも、You're like kind of like、ショット多分めっちゃ大きい荷物。トニーの荷物。なんで俺が荷物、ルースさんも荷物やんけ、ほな。ショットのリフボックス入ります。私は一人ショットのリフボックス。新しい家。きついですよ。やばいですね。はい。まあまあ、部分であるんですよ。二人で旅しててね。やっぱいろいろシェアできて。もしルースさんおらんってなったら寂しいと思うんですよ。一人で旅してたら。でも、一人の時間も欲しいなと思うし、難しいですね、これは。
いつも同じ時寝てます。そうやね。もう寝る時間も同じやし、朝起きる時間も同じやし、もうちょっとね、大きいバスぐらいやったら多分半分に区切って、こっちはルース、こっちはショーターってね、部屋できるかもしれないですけど。次、これはもうほんまきついですよ。まあ、喧嘩しても逃げ場がないんですよ。やっぱりね、24時間ずっと生活して、やっぱ喧嘩めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるんですけど、喧嘩してもどこも行くとこないんですよ。はい。どうですか、ルースさんね、たまに雨の日でも、もうショート出ていけって言われるけど、僕出ていかないでしょ。ここが僕の家ですもん。雨の日、一番難しいそうやね。場所ありません。で、ルースに、お前もう向こう行け、もうこんなのお前が見てないって言うけど、ルースはいます。もうルースの家やからです。ショート時々パッセンジャーシート来ました。カーテン閉めて。もうルースの顔あまりももうね、見たくないから言うて、運転席行ってカーテンバーンと閉めて、ね。それで一晩過ごすこともありますよ。僕がもうこんな感じで寝てルースの後ろは寝転んで、みたいなね。やばい。うわー、これは厳しいですよ。もう多分北海道の網走刑務所より、豚小屋より厳しい。でも正直、多分1年できました。私たち、we're alive. まあなんとか We're なんと alive. か How do we say? alive 生きてる。はい。 So, no one murdered the other ああ、 one. そうやね。まだね、 No この僕らが作ったコーチのナイフまだ使ってませんよね。Yeah. そうやね。 So, success と思いままあでもね、やっぱり逃げ場がないっていう影響で、まあね、喧嘩しても長引くことが多いんですよ。ね、やっぱり喧嘩して、まあどっかお互い行けれたら、すぐまた落ち着いて帰ってこれるんですけど、まあ特に雨の日とかどこも行くとこなかったら、ここにおってここにおらなしゃあないから、もうイライラして、長引いて2、3日になったりね、喧嘩。で、まあ僕ら、もうどうしてもこれはもう治らんってね、これ仲直りできんってなった場合は、もうルースさんがホテル行って、2、3日過ごして、で、また帰ってくるみたいな。これもう最終手段で。みたいな感じやね、ルースさん。まあでもコロナの影響でなかなか難しい。もしコロナがなかったらもうもっと簡単ですよ。はい、ショータバイバイみたいな感じでどっか行って、みたいな。もしコロナありません、多分私の友達や家族、日本来ます。多分1週間旅と一緒に、ちょっとワンライフ休憩します。でも、今回できない。今回できませんよ。だから、8個、9個、10個、何個あったっけ悪いとこありすぎてわからないですよ。8個ぐらい。はい、もっと小さいものあります。もっと小さい。大きい問題ありますね。はい、もうショートくさい汚いやつとかね。あるでしょ、個人的に。はい、ショート多分アンダーウェアチェンジしません。なんでやねん、毎日してますね。怖いこと言うわ。まあね、そんな感じで、まあ全体的にね、オーバーロール、まあいいからまあ1年間続いて、なんとか1年間やってこれましたよ、ルーさん。どうですか？はい、1年早かった。でも、たくさんいい経験、いい場所来ました。だから、全体的に。言うワード、新しいボキャブラリー。楽しかった。はい、ずっと私の世界、ライフ、知ったこない。多分日本一周だけ知りたい。僕は逆にバンライフ、もう一生でもいいですよ。あ、そうですか。はい。僕はもうね、トニーの中に一生住んで、でも、ルースさん違うとこ住んで、僕多分ここ住んで、たまに会う感じでええんちゃうんすか？それぐらいがちょうどいいですよ、ルースさん。ルースさんとたまに1週間に2、3回会う感じで。どうですか？はい、多分、最近、24時間いつもショートと一緒に。だからかね。多分、バンライフの後、ちょっとショート休憩。ショート休憩したい。しましょう。でも、まあ、それもありかもしれない。一人旅します。そうかもしれんね。そうなる。